はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はですね、このとこずっと雨模様でね、天気も良くなかったんですが、ここ一両日中にどうも関東地方も梅雨明けをしそうですね。昨日ですか、九州の南部が梅雨明けしたので、そろそろこっちの方もね梅雨明けするんじゃないかなっていうような空模様でしたので、今朝からあてもなく、いつも通りあてもなく一人で出ました。今日はね、本当朝から久々にね天気がいいんでね。ただね、やっぱり天気がいいとね、今時間は8時半ぐらいなんですが、もう30度を超えてます。でもね、走るとね全く暑さ感じません。逆に走るとね、やっぱりね風切りますからね、心地よい、風がですね、体を通り抜けていくよと、そんな感じですね。このぐらいのゆっくりした速度でもね全然大丈夫ですね。気持ちいいです。ということで、今日はちょっとね涼ですね、涼しさを求めて今日は山の方にね今ハンドルを向けてます。まあ海の方もいいんですけどね、涼しさを求めるというのはね、海を通ってくる風ってねやっぱり冷やされて涼しいんでいいんですけど、今日はどうもねちょっとね、森の日陰の中をねゆっくりと走りたいなーなんてね、そんな気分で出てきましたので、今山の方に向かって走ってますよ。皆さんからいろいろとね最近コメントをたくさんいただき本当にありがとうございます、ね、知った激励いろいろありますけどもね、それぞれ励みになりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。中にはね本当に親身になっていろんなことをですね、教えていただけるような、そんなような、コメントもございますので、本当ありがたいなというふうに思います。恐縮です。先般からの妻の、レベルのですね、ギアが入りにくい、特にニュートラルに入りにくいというのがあったんですけど、原因が分かりました。これ本当にね、ギアが切れなくなっちゃったような現象が起きてしまったので、これやばいなと思って私がちょっと見たんですけど、結論としては、クラッチの遊びが非常に多くなってしまって、しっかりと、クラッチで、ギアが切れないと、そういう状況だったんですね。で、遊び調整私がしました。そうしましたところ、ちゃんとニュートラルにもスッと入るようになりました。妻もまだね、バイクに乗って日が浅いので、そういったところもちょっとわからないんで、私がもう少しねしっかりと、見ていきたいなというふうに思ってます。でも良かったなと思います。見てね確認をして、クラッチのね遊びがね大きくなると、特にレベルワイヤーなんでね、これはそんなことないんですよ。オイルですから、オイルでもないっていうわけじゃないけど 100% ね、オイル、クラッチはオイル、ブレーキもオイルですけど、クラッチはオイルなんで、そんなことはないんですけども、ワイヤーの場合はね、手元のねネジが緩んでくると、これにこうネジがついてるんですけど、ネジが緩んでくると、そういう状況が起こります。知らず知らずのうちに遊びが、クラッチレバーの遊びが多くなってしまって、そして、ギアがねクラッチが切れづらくなるっていう、そうそうニュートラルにも入りづらくなると、そういう状況になるので、その辺はやっぱり注意した方がいいのかなというふうに思います。ネジを調整すればすぐに治る話なんで簡単にできますんで、ワイヤーのねクラッチの方はね、よくそのようなところをちょっともう一度確認をしてもらった方がいいかなというふうに思いますね。私も今日バイクに乗るのが、1週間ぶりぐらいかな、もう少し空いちゃったかな。とにかくね天気が芳しくなくてですね、乗れなかったですね、残念ながら。この青空を見るのは本当に久しぶりですね。
梅雨らしい天気だったって言えばそうなんですけども、暑くはなりますけどね、梅雨明けると本格的な夏になるんですけども、それでもねバイク好きなんで乗っちゃいますよ。暑さ対策をしっかりしてねとイコールね事故防止対策ね。もし万が一ね事故を起こしちゃった場合、私だって 100% 必ず事故は絶対起こさないって保証はないので、事故を起こしてしまった場合、もらってしまった場合を想定してですね、フルプロテクター入ってます、全身に。でバイク用の靴ね、手袋もしっかりとガードしてある、夏用の、手袋ではありますけども、しっかり中にガードが入っているものを使ってます。それはT シャツねトール乗れば涼しいかもしれませんが、いざね事故になった時を考えるとしっかりしたものを身につけておきたいなっていうところですかね。私のブログをご覧の皆さんにはですね、いつも似たような景色をねお伝えして大変恐縮なんですけども、ただこうやって乗ってるだけが楽しいもんですから、ついついねご近所を走ってるような感じになってしまいますけども、でもねバイクってこうやって乗ってるだけで楽しいんだな。なんとも言えない感じというかね、そういうのありますね。でバイクに乗ってる時ってバイクに乗ってることになんか集中をするので、他のいろんなことをね考えないで済むっていうのかな。そこもいいとこだなっていうふうに思いますよ。いや本当気持ちいいですね。バイクに乗っている時のワンポイント参考になればということなんですけども、私なるべくですねクラッチを切ってる時間ですかね、クラッチを切る時間を少なくをしたい、少なくしてます、したいというより少なくしてます、意識的に。でなぜかというとクラッチを切ってる間っていうのはバイクに駆動がかからないのでバランスを失う時間なんですね、バイクがね。ですからそういうバイクがバランスを失う時間を極力少なくする、そのためにはクラッチを切る時間をですね少なくすればいいわけですから、特にね、スタートしてから、加速していく時のつなぎ、それからブレーキングして減速して停止するまでの間のもうシフトダウンのつなぎとかですね、これなるべくクラッチを切る時間を短くして、そういう走り方を、してます。でバイクってですねバランスを保ちながら乗る乗り物ですからね、極力バランスを失うような乗り方はね避けた方がいいと思いますんで、シフトダウンするときもこうやって落としてすぐつなげちゃうみたいな。でギリギリでようやっとクラッチを握るみたいな、止まる直前でクラッチを握るみたいな、そういう感じで走ってますね。つなぐときもね切ってあげたらすぐつなぐね。こんな感じですかね。ワンポイントなんですけども、でよく低速になるとハンクラッチをね、駆使して走るなんていう状況ありますけども、本当はねあんまりねハンクラッチって使いたくないんですよ私。その理由はねクラッチを痛める、ハンクラッチって痛めるんで、できうればあまりねハンクラッチの時間を長くはしない方がいいんだよね。
だから極力できればローで、行けるんだればローでつないじゃうね、セカンドで行けるんだらセカンドにつないじゃう、そういう走りをしてるね。優しい走りプラス、バイクにも優しい走りみたいな、そういうことかな。やっぱりね、こっち山の方に来るとこう日陰を入るとね、でも全然涼しいですよね。とっても涼しいですよ、こう日陰は。クーラーをガンガンかけた部屋にいるような、そんな感じです。ひんやりとしたね風ですね。もうトンネルの中なんかすごいあれじゃない、寒いぐらいじゃないかな。涼しい、天然クーラーだね。これはいいね。やっぱり夏は山かな。先般白バイ隊員だった時の、エピソードをねお話ししましたけど、またこれちょっとね、エピソードというかね、なんだろう、こういう意味でつけてんですよみたいな、そういうお話をこれちょっとね参考までにしますけど、この夏の時期の白バイの制服って首元に白いマフラーつけてませんよね。で春とか秋とか冬になると白いマフラーをね巻いてますよね。あれってね、かっこつけるために巻いてるんではなくて意味があるんですよ。それはね、交通事故の現場とかに白バイはほら一番最初に行く確率が高いじゃないですか。たまに怪我をしている人を一時的に応急措置をするために白いマフラーを使うんですね。白いマフラーで止血をしたり、あと包帯のように使ったり、あと三角巾のようにね使ったりするためのマフラーなんですよ。ですから警察官はね全員救急法の資格を持ってます。資格取るんですよ、試験受けてね。そのためにああいう白いマフラーを巻いているということですね。伊達で巻いてるじゃなくて、かっこつけるために巻いてるんじゃなくて、そういうために巻いているので、私も現役で白バイ隊員だった時はマフラーね毎日新しいものに変えてましたね。汚いマフラーじゃさ、怪我された方を手当てするって失礼じゃないですか。そういった意味もあったので、毎日ね乗るたび新しいマフラーを巻いてましたよ、毎日。で汚れたらね1日使ったらすぐ洗濯してねきれいにしてというような感じでやってましたね。参考ですけど、今度白バイをね見てマフラーしてるのを見たら、このマフラーはそうなんだというふうに見てもらえばいいかなと思います。知ってる方多いんでしょうね、これね。さあそろそろいつもの場所ですね。マネキンかかしさんですね。増えてんのかな、梅雨時だったからな。傘を差してる人はいないんだな、梅雨だけどねいや見てますよ、こっちを。大変ですね、この真夏の中ね工事される方もね。
当ご苦労様って感じですかね。こういう方々がいるから我々ね、安心してこうやって道路を走れるんで、本当ありがたいなと思います。いやー涼しい。やっぱりね、寒暖の差がトンネル内と外であるので、トンネルの中ね、やっぱり路面が濡れてるんだね。やっぱりね、これあれ、湿気がですね、多分、空気に含まれる湿気がこうやってね、路面についてんだと思いますね。パトカーに譲っていただきました。ありがとうございます。優しい駐在さんだね。私の知ってる人かもしれない。おそらくこの辺の駐在さんだと、山岳救助隊員だと思いますね。山岳救助隊があるんですよ、この警察署にはね。青梅警察署という警視のね管内ですけども、そこにはね山岳救助隊っていうのがあります。こう山がね、一番高い山で雲取山という山で標高が、2000メーターちょっとですね。2019メーターだったっけな。そういった山を含めて、数多くのですね、1000メーター級の山が連なっていまして、結構ね山登り来る方がいるですね。東京都内にこんなね山がいっぱいあって、1000メーターぐらいですから、ほとんどの山が、軽い気持ちで来るんですね。中にはすごい軽装でね入る人もいる。そうするとね、結構ですよ、結構、遭難する人がいるんですよ。はい。あまりニュースとかにもならないですけども、中にはね亡くなる人もいるんですよ。だからね、山ってね舐めちゃいけないんですよね。道路と一緒です。舐めちゃいけません。そうするとやっぱり山岳救助隊がね結構出動数多くして、そういった方々を救助するんですよ。で、普通山に登山で入るときには、入山証、山に入るための書類を出さないといけないんですけどね、普通はね。コースルートを記載したものを、この奥多摩産の駅では各駅にね、その入山証明書を出すポストみたいのがあって、用紙もそこに備え付けてあって、それを記載してそこに投函をしてね、入山していただくと一番いいんですけども、そういう風にしていただく方があんまり多くなくて、結構山岳救助隊も苦労してるんですよね。で、結構休みの日なんかね数多く入山するんで、山岳救助隊が各奥多摩線の駅に出てですね、入山書を出すようにっていう、そういう、訴えをしてますね。今スマホがあるので、山の中で遭難してもスマホからね電話とかメールとか LINE でね、遭難したんで助けてほしいとかね、そういう連絡がすぐ入れられるんですよね。そうするとね、探すの大変なんですよ。 GPS でね位置情報は取れればいいんですけど、中には取れないところもあるので、
っとおそらくここから入ったんじゃないかとかね、そういう予測を立ててね、山岳救隊も山の中に入っていかなきゃいけないので非常に危険なんですよ。で特に夜間なんかね、人の生死に関わる場合にはね、夜間でも入っていかなきゃいけないね。足元も何も見えない中をね、救助に向かうわけですよ。大変なんですよ、本当に命がけで。こういうね、青梅奥多摩の山も標高はねさほどではありませんけども、結構険しい山がいっぱいあるので、山登りされる方はね本当に慎重にね、しっかりとした装備をつけて、それで入山計画書をですね出して入山されることを願いますね。そうされた方がいいと思います。何かあった時にね、警察とか消防がねそういったものをちゃんと出してればすぐ動いてくれると思うんで、自分のね命にかかることですからちゃんとやりましょう。バイクとは全く関係なかったですけども、ちょっとね、そんな感じを受けたんでお話ししました。私こっちの方来てね、今の話するの多分初めてだと思いますけど、ね、遭難された方も危ないし、また、ね、救助に向かう警察消防のね、方々も危険な思いをしながら救助に向かうわけですから、できればねそういう事案が起きない方がいい。中にはね亡くなる方もいますからね、この都内の山で滑落したり等々でね、注意に注意を重ねた方がいいと思います。あんまりこのニュースにならないでしょ、こっちの方で遭難したとか山登って滑落して亡くなったなんてね、ほとんどニュースにならないと思う。これが南アルプスとかね北アルプスとか、ね、槍ヶ岳で、何人遭難して1名死にましたなんてね、いう話になるとすぐニュースになる。それはなぜかというと山のね知名度です。山の知名度、富士山なんかもそうですよね。一人滑落して重傷ですなんてね、すぐニュースになるでしょ。でもこちらの方の山でねそういう事案が起きてもねニュースにしてくれないんだね。だから知らない人が多いね。そういうことが本当にどんどんメディアがね取り上げてくれてニュースをしてくれればみんな注意して入るのかなっていうふうに思いますけどね。以上山のお話でした。今日はねあんまりねカーブでもシフトチェンジとかねブレーキとか使わないで、アクセルワークだけでダラダラとね走っちゃおうかななんていうふうに思ってます。ダラダラ走りね、今はね奥多摩周道路を私走りたくないからこっちの方に来るとどうしてもこの道行きますね。この道来るか小菅村の方に行くからね。小菅村の方に抜けて新しくもないのか大月の方に抜けるね139号線でしたっけのトンネル、長いトンネル3キロぐらいあるトンネル、今まで1回も走ったことないのでそこもいいかななんて思ったんですけど、ちょっとねまっすぐ来ちゃいました。いやもう平日最高だね。行こう。もうガラガラです。平日走り慣れちゃうともう週末走ろうってちょっと気分にならないでね、本当に混んでるとこ走るのがもう嫌になってきちゃいますね。マイペースで走れるからいいですよ、やっぱりね。いいですよね。
ちょっとねやっぱり涼しくなってきたなと思ったら気温が26度です。やっぱり山の方入ってくるとねやっぱり標高があるからかな、涼しくなってきますよね。やっぱり夏は山かな。これ左行くと、上野原丹波山線かね。この辺が丹波山村の中心地なんですかね。丹波駐在所。今日はなんかね私がベラベラ喋るよりはこの景色をね、見ていただいた方がいいかなっていう感じですかね。もう気温が24度に下がりました。涼しい。今ね急にヒヤーっとしたんですよ。体が冷たい空気の中に入ったなっていう感じしたんですけど、やっぱり気温が24度涼しいわけですよね。いいじゃないですか。今日はね外界は真夏日とか言ってましたけども、こっちはね涼しい。もうクーラーいらずですね、こっちの方はね。トンネル内23度に下がりました。涼しい、最高。いい感じじゃないですかね。最高ですよ、森の中をね。前も後ろも車もバイクも何もなし、自分のペースでねゆっくりと走れるってこんないいことないですよね。マイナスイオンをたっぷり浴びながらね、ストレスも本当なくなる感じですかね。じゃあストレスあんのかよって言われたらね、あんですかね。仕事も今してないのでストレスはないのかでも気持ちいいですよ、本当。マイナスイオン感じながらね、涼しい中をさ自然感じながら走れるんだから、最高という言葉以外見当たりません。早く行きたいそうな車だったんで先行ってもらいました。おお今後輪が流れましたね、左の方に。砂利です、砂利がね固まってあったんだね。参考までだけど、例えば後輪がこう滑り出すじゃないですか。ただブレーキはね絶対かけないね。かけると余計滑るんで、どっちからかというとその速度維持しながら体でこうバイクを立て直すみたいなね。ニーグリップしっかりして、滑れたってずっと滑ってるわけじゃないからね。滑っても若干スライドしてもその後食いつきますから、タイヤは全然大丈夫なんで、慌てないってことかな。一番大事なのはそうなってもね、慌てるのが一番良くないんで、慌てるとね転倒の原因になりますから、落ち着いてもう少し走るとおそらく峠の茶屋に着くと思うんですけどね。今木の実かなんかがねヘルメットに当たってねカーンとか言ってくれた。おお危ねえななんでギリギリ黄色線ギリギリに来たね今。怖いね。またおっぴろげちゃってねこっちが避けちゃうよ本当に。もう間もなく
峠の茶屋に着くと思います。峠の寺で一服したいと思ってますけども、こっちはやっぱりね涼しいですね。夏は山という結論になりましたとか言って次海沿い走ってたりしてね。今日は全く汗をかいてません。今気温が24度です。超涼しいです。汗なんてかくような気温ではありません。だから今日こっちの方来て正解でした。さあ、あそこの先がもう峠の茶屋だと思います。本日いかがだったでしょうかね。一応前半ということでお届けしました。ここで一服して後半またお伝えしたいと思います。リターンライダー63でした。それでは皆さんまたご安全に。